はい、それではメロン農家通信始めていきたいと思います。今日は3月の7日。二日酔いじゃないです。先週は二日酔いになるかもしれないって言ってたんですけど、ヤギこんな感じ。のんびりしてます。いい天気です。昨日は曇りのち晴れだったかな。昨日は百姓の株主総会やって、7、80人、70数人集まってもらいました。農林水産省の審議官に、ご講演をいただいて、結構というかためになるお話をいろいろ聞かせていただきました。その後、一杯懇親会があったんですけど、なんとか二日酔いにならずに済みました。はい、それでは行きます。これ収穫終わりました。来週にはもう植わってます。次の苗はもうできてるから。そしてその前に収穫した部屋、ここは植えました。もう植えて4日かな。4日活着してます。いい感じで、ほら活着ちょうどいい感じでできて、よしいるぜ。今になったら春になって天気も暖かくなって天気も良くなったんで、なってるメロンが全部いいメロンがなってます。もしよかったら概要欄に通販のやつ貼ってあるんで買ってもらえると嬉しいです。宣伝です。そしてこれ明日から交配になります。春になって成長が早くなってすごく回転が早くなった。そして次これね、今摘果しました。摘果1個、ほら大きくなってきて、これで交配何日目だ。交配後、今日7日で27日に交配後8日目8日目、こんな感じ。膨らみはいいですね。あんまり膨らみすぎると大きくなりすぎちゃうのもちょっと考えもんですが、今摘果が終わってたくさんコメロンがある。ほらコメロンたっぷりコメロンが。そして今週動画で4種類のマスクメロンとジャックフルーツの種、あれ植えたんですけど、ジャックフルーツがちょっと心配なんですよね。っていうのも育苗室、これさっき一番初めに見てもらった部屋に植える苗、あと3日4日したら多分植えられる。これがその次、これは高見メロンがなんかいまいち発芽が悪いやつがあって、これが心配、なかなか出てこない。でこれがジャックフルーツです。でジャックフルーツ何が心配かっていうと、ここの育苗室で水につけてしばらく目出しみたいにしてたんですけど、どうやらちょっと水の温度が温室の中で直射日光でやってたんで熱くなりすぎて種が煮えちゃったんじゃないかなっていうやつをすごく危惧してます。そしたらもう出ないから、もし出なかったら葉山さんに謝らなければいけない。ジャックフルーツ、ここで水に浸してここでやってたんですけど、なんか煮えちゃったかもしれないな。そこが心配だな。出てくれるといいんだけど。はい、そしてクガニーとシークワーサー、すっげえ元気になってきた。これはやっぱり最初に出て先っぽが枯れたみたいになってるやつはもうダメだね。ダメだ。
ちょっと分かんないのが1個の種からこう数本多いやつで3本生えてるやつがある。これは1本しか生えてないからいいんだけど、これとかも2本生えてるから、こういうやつの処理はどうしたらいいのかな。1本に切って1本にしちゃった方がいいのかな。そこがちょっとわからないんで、ちょっと調べてみるし、もし分かる方がいればコメントいただけると。これほら 2本、1本だったらこれ1本で育てていけばいいんだけど、2本はいらない気がするんだよな。はい、どうなんだろう。天気がいい、すごく。そしてあれ、明日は結婚式ですね。妻の方のいとこの子供が結婚式なんで一緒に行ってきます。幕張に、なんか幕張で結婚式らしいんで行かなければならない。そしてここが5種類の違う、これは F5 が意外とね、もうそろそろ大きくなってきた。収穫まであと2週間ってとこですかね。ちょっと紙かけてみましたが、こんな感じ。はいはい、綺麗なメロンでね、やっぱり F5 になってだいぶ揃ってきた。本当に玉揃いがしっかりして揃ってる。あとは育てる途中の木が揃いが悪いやつは全部印してあるんで、それは6代目に持ち越せないので、結構だからその中の安定性が一番あるやつをF6 に回していきます。そしてここが4種類のマスクメロン。まあこれは個別にやるんであれなんですけど、まあ、こんな感じでベネチアもネットが回り切って、あとはまあみやびとベルダあるんですけど、それは個別の動画で来週また動画出すんで、それを見ていただければ。あと来週はあれだな、そうだ、これシャインマスカットも水揚げしてきたんで、どんどん進んできたんで、水揚げしてる。でね、あと目傷をつけました。目傷の動画も来週中に上げます。こんな感じ。ここに傷ついてるでしょ。これ傷つけてこいつを膨らませるっていう作戦です。メリット青と、あとあれだ、薬やらないと。殺菌剤、こう休眠中にやる薬があるんで、それやらないといけないですね。きっちりあれはしっかりやっとかないと。黒糖病が怖いんで、あれはシャインマスカット黒糖病に弱いから。先週やらなきゃいけないって言ってたやつはだいぶ終わらしたんだよな。あとあれだ、ぶどうを植えなきゃいけないし、もう暖かくなってきたんで、3月なんでちょうど植え時でしょう。長野パープルと BK シードレス植えようと思います。これは玉釣りやって、ほらいい感じに育ってきてる。ネットきた、いい感じ。ネットが来たぜ。ネットが来た、よかった。うちの妻がどんどん玉釣りしてもらってるんで助かります。で次の収穫はここですね。ここ
ちょっとね、もうそろそろあと5日ぐらいで収穫なんですけど、出来は悪くないんだけど、アザミウマが出ちゃった。ほら、大きいし、これは良くない。アザミウマすげえな。今日はカルシウムをやったんで、こっちは小さいんだよな。奥の方がね、膨らんでる。ほら、おい、しっかりと膨らんでおります。どんどん出さないんだよ。すごい、春になると成長が早いから出荷ペースもどんどん進んでいきます。これは12日ぐらいからの収穫予定です。はい、じゃあ行きます。コメント返し行きましょう。コメント返し、また今週もたくさんのコメントありがとうございます。それでは行きましょう。はい、これはシャインマスカットの水揚げ、違う、先週の動画のコメントですね。コメントありがとうございます。参考になります。昨年6月に食べたモリタンメロンは発芽しましたが、これは6月に食べたんだから、これは春系ですね。春系。まあ、7掛けって言われるやつですね。はい。大丈夫です。春系と考えていいです。ちょっと、その前に、これ。きれいにしてみた、葉っぱを。で、まだ緑があるんで、大丈夫なんじゃないかな、わかんないけど、この先っぽからあれが新しい葉っぱが暖かくなって出てきてくれれば越冬成功ということなんですけど、どうでしょうね。はい、いきます。さだばあさん、森田さん、何でもやっていますね。私も果樹、野菜趣味で、やっていますがためになります。静岡県です。温室メロンのメッカですね。クラウンメロン、アローマメロン、最近購入ジャボチカバ玉花宝チャレンジします。80歳のおばばです。うわ、すげえ、ありがとうございます。80歳でこんだけコメント打てんのすげえな。すごいよ。ぶどう7種類、桃6種類、すもも6種類、いちじく10種類、ネクタリン1本、プルーン2種類、ザクロ1本、みかん、柿、キウイフルーツ5種類な梨、りんご3種、梅2種類、他。すげえ、農家だ。農家というか、もういろんなもんやってて、果物には困んないっすな。それこそ暖かくなったらメロンとかやってみたら面白いですよ。フルーツ大好きそうなので。はい、ちょっとこれで、これお酒のおつまみ、そら豆さん、花がガンガン咲いてきました。いくらか食えるかな。はい、花が、綺麗な花が咲いている。酒のつまみ楽しみだな。それではぜひぜひまたコメントください、さだばあさん。次、ちーくん。毎度のちーくんです。薬剤の数に度肝を抜かれます。薬剤ローテーションを考えてたら必然的に増えますよね。次から次へとメロンを栽培していくのも、聞けば簡単だがかなりの苦労があるんだなと。またブドウの苗木が高額なことにびっくりです。僕もびっくりしました。買ってびっくり。毎年上がってる気がする。前に買った時より高いもん、長野パープル。先日長野市で苗木業務を引退する方からイチジクの苗木を4本譲り受けたので、そちらも頑張って育てたいと思います。イチジクもいいけどイチジクの場所がねえんだよな。その方の栽培スペースですが約2000本の苗木があるらしく、好きなだけ持ってっていいぞと言われました。売れるよと言われましたが売り当てがないです。
イチジクはねいいよね。結構好き。昔市場に行った時、イチジク、安城のイチジクとか有名だった気がするな。いいイチジクだったよな。ちょっと割れるぐらいまで置いといて半分に割って食うと美味しいっすよね。はい、名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。自分の巨峰も目が膨らんできたので、殺菌剤のベンレートをかけたいと思います。だからさっき僕も言ってたように、僕はねあれをやりますね。まずはデランかな。デランからスタートかな。殺菌剤、ベンレートも殺菌剤だからね。シャインマスカットはやっぱり育てるのはそんなに難しくないとはいえ、黒糖病がもう結構大敵なので、あれしたいですね。まずはね、これデランから始める殺菌剤。ブドウ、枝膨らみ病、脂肪病、ベト病、黒糖病、バンプ病に効果がある薬で、200倍で、まだ休眠中は200倍。その後チオノック入れる。ブドウ、バンプ病、ベト病、ハイロカビ病、活斑病、黒糖病。何しろ黒糖病をもうめがけてやっつけていかないといけない。そんな感じですね。はい、コメント次。としひろさん、丈夫な苗作りアドバイスありがとうございます。2003年にタイに赴任した時、記念樹として工場休憩所ベンチの日陰用にジャックフルーツとドリアンを植えました。ジャックフルーツは2年で幹から花が咲き、ラグビーボール大の実が3個なり、4年目には20キロぐらいのでかい実になりました。実の中には黄色いピーマンを潰したような、種が無数にあり、種の周りの肉を食べます。道路沿いの屋台で剥いたものが売られていました。世界で一番大きな果物ですね。そうですね。としひろさんすげえ、タイにいたんだ。タイはもう南国ルーツいっぱいあるからな。南国だからなんだけど、さすがジャックフルーツってでも4年ぐらいで3年2年で幹から花がなるんだ。すげえな。意外と早いんだな。でもこれ接ぎ木だっぺな。接ぎ木だとやっぱり早いらしいから、未生ででも誰かが言ってたんだ。未生でも4年ぐらいで実がなるって言ってたな。楽しみだな。というかその前に発芽するかどうかが心配です、うちのやつは。としろさんコメントありがとうございます。ちょっとジャックフルーツ結実させたいくなりますね。はい。次はね、ジャックフルーツの種をまいてみます。お疲れ様です。仕事中にコメント入れてるちーくんです。種からの発芽は萌え萌えですね。自分もそれが楽しくて、花から野菜から果物まで何でも種を取ってしまいます。いや、それはいいと思いますよ。しかもお仕事中にもコメントくれる。最高です、ちーくん。ありがとうございます。未生から育てるのは楽しいですね。パパイヤ1年、ドラゴンフルーツ3年、キウイ3年で実がなりました。タイの苗木屋巡りが好きで、鉢植えのジャックフルーツ、マンゴー、ライチに実がなっているのをよく見かけました。ジャックフルーツは未生でも 3,4 年で実がなるようです。そうだ、としひろさんのコメントだったんだ。3,4 年、すげえ楽しみだな。これはやるしかね。ありがとうございます。名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。メロンの F2 ですが、残りの種を全部発芽させたらどうにか12個だけ発芽しました。やはり種を取るとき十分洗えてなかったようです。とにかく12個だけポットに移しました。じゃあこれを巻いて今度 F3 ですね。これ F2 がもげたらよかった。名古屋みちんさんよかったです。健闘を祈ります。林さん、私が日本へ行く際にはジャックフルーツと、山竹の苗をお持ちします。これはリャンさんだな。
リアンさんありがとうございます。多分あれマレーシアからコメントいただいてるリアンさん、ありがとうございます。ジャックフルーツヤマタケって、多分ヤマタケってマンゴスチンのことかな。前回は残念ながら枯れて、そうなの、枯れてしまいました。うまくできなくてごめんね。確かなリアンさんは苗木のこの貿易とかできる資格じゃないけど、なんかそういうのがあるんだよな。だからうまく検疫通って持ってきてくれるのを本当楽しみにしております。リアンさんぜひ苗でくればもう間違いなくきっちり育てるんで、ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。一番育てるのがケロさん、玉釣り4種類の秋冬系アールスメロンの栽培の動画にケロさんからコメントいただいております。一番育てるのが簡単な品種はどれでしたか？今までね、いろんな品種やっていたんだけど、簡単は簡単。アールスでいうとベルダが一番簡単かもしれないですね。ネットが間違いなくこう綺麗にミリミリっと出てきて、それが後に最後にはきっちり持ってきてくれるんで、見た目も綺麗になって糖度乗りもいいですね。すげえ糖度が乗る品種です。ベルダ、ただ肉がちょっと固めなんですけど、まあ糖度が上がるんでいいと思います。ベルダも何種類か4種類ぐらいあるのかな。春秋系、秋冬、春秋系、夏系、早春晩秋、それで秋冬系、4種類あるんで、ぜひあれだったらどっかに売ってる10粒単位とかで買えるんじゃないかな。萩原でもどこでも。ぜひベルダおすすめですよ。であとは自胚はわして1本から 4果とか取る品種だと、やっぱり僕はあれだな、高見メロンが好きだな。高見メロンうまいし味のるし育てやすいと思う。そして玉の肥大性もすごくいいので、4果でやってもまあ 1.5 ぐらいのやつが4つ取れたりするし、まあちょっとあれだったら2果取りでやればもう間違いなく大きな美味しいメロンができると思います。ぜひやってみてください。次4種類の秋冬系アールスメロン栽培10の動画にコメントいただきました。本田さん、さすが森田さん。アザミウマの薬剤は何がいいですか？アザミウマはね、結構難敵だけど効く薬はあるので、アザミウマにも何種類かいて、みかん黄色とか南黄色とか、いろんなアザミウマがいるんですけど、その黄色系のやつはちょっと厄介で、まず6番アザミウマ、このラックコード6番、これ系は効きますよ。こっちほら、これアザミウマ類って書いてあるから、茶の黄色アザミウマとか、いろんなアザミウマに効きます。これ粉じらみにも効く。これは多分アファームとかはホームセンターで買えるんで、ちょっと高いんですけど 100cc で買えばそこまで高くない。でこれいろんな虫には効くんで、これはいいです。6番ね。あと4番ネオニコチノイド系、ベストガードとかアルバリンスタークルって言われるアルバリン、これも4ですね。4、ここら効きますよ。ほら、アザミウマ類って全部書いてある。メロンはどっかにあって、ほらメロン、アザミウマ粉じらみ類、アザミウマ類粉じらみアブラムシ類、それ4A はもうまずかけとくと安心。
あれもウリハムシとかそういうのにも効くんで、寄ってこなくなるんで、4A アルバリンとかベストガードとかは入れといた方がいいと思います。あとこれね、プレオも多分 100cc はホームセンターでも買えるな。これもアザミウマに効く薬です。プレオは UN、これはね、あれラックコードのあれがなしのところだから。で今言ったやつは全部ローテーションで違う時期にかけても同じ同じ成分が重ならないんで、それだけ定期的に 1種類ずつ入れていけば最後まで多分耐えられると思うんだよな。何しろ初期防除が大事なんで、もう植えたての時から1回防除していかないと、密度が濃くなるとどんどん大変なことになっていくから要注意です。あと減らす薬ってのがあって、なんだ、卵を孵化させないとかそういうやつ、それがこれカスケードモベント、これ15番と23番、これは卵を帰らなくする薬なので、成虫自体を殺したりする薬じゃないんだけど、今までのやつは殺虫剤って言われるもんで、これも殺虫剤って書いてあるんだけど、これはどっちかって言ったら減らす薬、次の成虫にならないようにしたりする薬、これもモベントカスケード、こういうのも使っとけば、まあだから何しろ密度を濃くしなければそんなに怖がることはないというか、だから早めに対応ですね。もう植えてすぐに1回 4A アルバリンとか入れとくとだいぶ違う。そんな感じですね。今週も1週間、明日は結婚式で総会も終わって、ハウスももうそろそろ仲間のハウス完成するんで、来週中にはいろんなことが全部終わって、あとは田んぼの春打ちが始まりますな。春打ち、一回春かましてうなって幸運して、それから4月になったらもう白柿でどんどん田植えが始まります。いい天気、暖かくなってきたし、ただ今日はちょっと風は冷たいな。北風上の北風で、あれね、風向きとか風量とか明るさとかあそこで測って、であれは雨量計、雨、これでいろいろ気象を感知して窓の明かり方を調整します。調整してくれてる。例えば北風だと北風直撃で向こう北で入れたくないんで、北側は閉まってる、そして南側が少し開いている、そんな感じです。そんな感じでやってます。はい、それではまた今週も、来週も1週間頑張ってまいりますんで、またよろしくお願いいたします。また30分回っちゃいました。それではもしよかったらグッドボタンをください。また来週動画いっぱい出すんでよろしくお願いします。